チェンバーボーン。アップデート6。集合住宅もパワーアップしていい感じに発展を続ける我らがビーバー。灌漑用水路は水だバーをやらかしつつも注水開始。さあ今回もビーバーたちのために頑張るぞー。まだしばらくは持つかなと思ってたスクラップの遺跡が早くも枯渇。遠かったのに意外にすぐなくなったな。それ見ない。うるせえ。今度はマップ端っこか。こりゃあかなりの悪路だな。多少の長距離だけど面白そうだし橋かけてでも取りに行きましょ。理由適当だな。そして道の敷設中に目に入った汚水の源を見て気づく。これ2箇所閉じるだけで水流後ろに流せたと。この前もリド工事で水流変えたばかりなのに。糸かなし。あたおか式、橋。もう階段で下から行けよ。うっかり汚水まみれになったらかわいそうだし。まあそれもそうか。しかし遠いな。アプデで行動範囲の制限がなくなってから日帰りできないビーバーがいるとか。ひでえ。で上空からも見えてた地面高さを均一にする工事。これは地面の高さを3に揃えてます。水路の深さと一緒。水路への注水はメインダムは水位が低くなった時の非常時用として貯水して、普段は隔壁で分けられた湖側から注水するよう設定しました。貯水槽を分けて蒸発で減る水を減らす構造。その結果がこちらであります。めっちゃ溢れてんじゃねえか。水だばー。はよ水位の調整性。あいよ。洪水の原因は捨ててた水と灌漑水路が合流していたからなので、汚水用に作った清水弁から清水も流してたよ。流量多くて捨ててたのに合流させりゃそりゃ溢れるわ。うっかり。前回がっつり漏らした用水路は漏らし予防のため水門を建設。基本継ぎ足しで水位を保ってるから、川からマップ外に流す必要ないもんな。取りま清水弁で 2.7 を維持させといて、水門の方が高ければ OK かな？てか川の流れがないとかでそう。すでに干ばつで絶滅してそう。さて水位の方はなんとか安定したみたい。細かい設定ご苦労様。ボットに仕事を奪われたビーバーの左遷現場。建設作業員として第2のキャリアを築いてください。前回やった汚水の源の流れのチェックをしてたら次の干ばつ警告。しっかり灌漑水路に流入せず工事は成功してるぜ。何かが気に入らず水門を清水弁に変えた。鉄の無駄遣い。あやべ、干ばつもう始まるのに貯水がなんか少ない。水位じくり回してる時に垂れ流しにして、その後貯水忘れたな。ああ捨てずに貯水しときゃよかった。急いで貯水したけど間に合わなんだ。結構長い25日の干ばつが襲来。これ耐えれるかな？怪しいところだな。キリキリ働けあたおか橋を完成させるのだボットが丸太を長距離運搬。そして力尽きる。バイオ燃料が切れたボットは速度マイナス 75% でございます。ガンガボットはパンチカードでもブーストできるので、印刷所を立てて使ってみましょ。パンチカード、昭和のメインフレームとかで使ってたやつ。この倉庫に入れて使ってもらいましょ。爆弾設置現場に取り残されたりものあり。これはちょっと。なんでそんなとこにいるの？お姉さんに話してごらんなさい。こいつ覚悟を決めた目をしてやがる。頭に導火線まで刺して準備万端だぞ。そんなんダメだ。思い改めるよう説得だ。仲間が悲しむぞ。家に帰りんさい。ゴリゴリほーい。いい場所の強引。霊夢の説得も深夜まで続き、腹が減ったビーバーはそのまま帰宅した。まあ本当は私がうっかり階段壊しちゃっただけだけどね。おい。安全確認用し、それでは点火だー。今シーズン初の大規模爆破、花火師霊夢によるスターマインをご観覧ください。はっはー。これは気持ちいい。お見事。綺麗な更地になりました。なお、霊夢氏はカッとなってやった、反省はしていないなどと供述しており、ぶっちゃけ爆薬の在庫処理も兼ねての平坦化だから、この後のことはノープランであります。この無駄に広い平野を何に使うか悩むぜ。まあそのうちなんか立てるよ。で貯水槽を分けて注水する機構の部分は、採掘場の入り口予定地と被ってるので別で作り直し開始。本当はトンネル入り口を立体的にして入り口下から排水予定でしたがトラブルで予定変更。なんか問題でもあったのか？飯食ってる間にやろうとしてたこと忘れた。トラブルでもなんでもねえ、頭ビーバーかよ。失敬な、ただのあたおかです。頭悪い遠方のスクラップ回収が始まったな。ここはボットにやらせましょ。ボットは家に帰らないから、エネルギー切れるまでここでずっと働くはず。保管場所があれば距離もさほど気にならんかもだ。この山ちょっと邪魔な気がしてきた。いや山良ければ土地有り余ってるだろ。ビーバーの家も近いしこっちの方が使いやすそう。
てなわけで爆破します。気持ちのいい大爆破に味を占め、さらなる爆破を求める爆破ジャンキー。爆薬の在庫も減ってきたので工場区を少し拡張。結構段差あるので足場で平坦か。金属も在庫が溜まってきたので突出部をアンロックして、そろそろ地下採掘場の建設始めますか。やっと始めるのかもう忘れてるのかと思ったぞ。いや金属溜めてただけだし。突出部だけだと高さが足りないので、足場突出部防水フロアの順に積み重ねます。これで理論上は下に水が漏れないはず。下の施設も建設開始。採掘に使う歯車と丸太と加工した板、採取したスクラップ置き場がある。この時は忘れてるけどここ立体構造にして下から水通すつもりだった。地下遺跡のさらに下に水道管通したかったんかな。直すのめんどいからこのままなかったことに。おい。皆の者を、キリキリ働けうわものっそビーバーの数おる。3倍速でこの速さ。こりゃすぐ建設終わるかな。丸太の在庫減ってきたので、ちょっとでも植林面積を増やそうとするのず。丸太在庫残り160。土砂の地下倉庫がいっぱいになったので2軒目の地下倉庫を建設。アホほど土砂を溜め込むビーバー。あれ？建設ボットが暇そうにしてる？地下遺跡の建設もう終わったんか。まだ半分くらい終わってない。必要な素材が足りません。地方金属ブロックの在庫が切れる。ぐぬぬ、多少在庫あったけど足らんかったか。あたをかばし、スクラップ回収作業急げお前資材置き場の設定忘れてたな。言わなきゃバレないよ。そういう問題じゃねえよ。仕方ない、山でも消し飛ばすか。仕方ないで山を爆破する、レイムさんはサイコパス。ご覧ください。これが仕事に植えたアラブルビーバーでございます。これ早送り再生じゃないんだぜ。この速さで建材を消費してくから、下手に建設依頼するとあっという間に資材が消えるよ。建設作業員増員しまくったからな。てな感じであっという間に爆弾設置完了。はっぱー。次の設置がしやすいように綺麗に平らにする手慣れた犯行。犯行言うな。シェー。こりゃ爆薬の在庫がなくなるのも時間の問題だな。そして火薬がなくなると同時に板の在庫も減ってきたので増産。しかし原料の丸太不足は解消されていない。前歯を大事にしつつ伐採頑張れ。そうだマップ端っこのこの部分緑地化できてるし、ここでも植林しましょ。でもそこ水ダバーで水たまりができてるだけだぞ。てなわけでなくてもいいけど清水弁で制御&無意味に形を造成。川から水入れるなら深くしてため池にしたいぜ。すでにマップの一番下なのでこれ以上掘れません。そうだった。木が生え揃えばそれっぽい見た目になるかな？干ばつ発生から14日が経ち水位をチェック。湖の水がなくなり隔壁で区切られたメインダムだけしっかり水が残ってる様子。2箇所のうちこっちを低く設定してるので、自動で水位を保つ場合少し低くなりすぎかも。普段は溢れない程度でのギリの水位で、干ばつ時も低くなりすぎないさじ加減が難しいな。その結果、畑がピロピロしております。おい、後で微調整しまっしゅ。遺跡の工事が進まんなぁ、と思ったら道繋がってなかった。建設現場ごっちゃりしてんな、片付けろ。さあ1000円。土砂の在庫が3000近くあるぞ。好きなだけ使え建材の無駄遣い入りまーす。高さを3に合わせて平坦化すっと揃えた後は何を作るんだ？特に決めてない。無計画でもとりあえず作業を始める。これがうちのレイムさんだ。お仕事もらえて楽しそうなビーバー。ほんとえっぐい数の建設作業員だ。ボットの数がビーバーを超え、建設作業もボットに奪われつつあります。ボットの躍進がすごいぜ。無駄に清水弁をつけたため池が完成したので中水。丸太の在庫はすでに上昇傾向。丸太危機は回避されたかな？土砂埋め立てで思い出した。汚水の源の工事簡単だしサクッとやっちゃいましょ。ああ山の上に箇所埋めるだけのやつな。ここ3マスー。ここも3マスー。以上建設予定でした。地下遺跡の工事は最終フェーズに突入。干ばつ終了まであと3日ある。干ばつ明けには操業開始ができそうだな。朝だー、起きろー。最悪な起こし方すな。やっはー、すべてを更地にしてしまえー。もう一回がっつり爆破すれば工業区と同じくらいの高さだな。あ、そうだ地下遺跡に入る入り口も今のうちに工事しとかなきゃ。そこはもっと先にやっとけよ。干ばつ明けたら水だだ漏れになるぞ。夜中にこっそり設計。夜中にやるなよミニキーだろ。そして干ばつ終了 0.6 日前に地下遺跡鉱山完成。
なんとか干ばつ中に完成したな。本当は山をぶち抜く地下トンネルも一緒に工事するつもりだったんだけど、工数の都合で今回はなし。てか山の裏側に進出するのか？いやトンネル掘りたいだけ。それやめて正解だわ。命の水。防水フロアの水漏れ確認、よーし。もう少し様子見てから中入りましょ。こんなんじゃ全然足りん。鉄を使った巨大建造物が作りたい。スクラップをもっとたくさん集めるのだ。あれ？まだこのマップ遺跡残ってたのか？場所はめっちゃ遠いです。こりゃボットの泊まり込み作業確定だな。運ぶのも大変。それでは待望の湖下の地下鉱山を見学だ。橋を渡るとそこには薄暗い地下世界。そこに効率よく配置された資材置き場がお出迎え。ここが地下遺跡が眠る鉱山となります。なんつーか、地味。それは言うな。おっと狭いところすみません。ビーバーイーツが歯車を届け。邪魔にならないように外出ましょ。トリマこれでスクラップは掘り放題。高級的な鉄確保が可能になったどう？では無事鉱山も稼働したので1サイクルだけだけど今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。